こんにちは。こんにちは。ザ・ホワイトデンタルクリニックチチャンネルャンネルで。ですザ・ホワイトデンタルクリニック。お久しぶりです。これね、この前ね、なんかリサチャンネルを見てて、可愛い。似合ってると思います。もう一回やり直しますか？大丈夫です。ありがとうございます。歯科助手のかなと、長山由紀です。よろしお願いしますくお願いします。先生今日第11回。 11来ましたお願いね。しますちょっと久々ですけど。久しぶりですね。はい。先生今日は今日は入れ歯です。入れ歯です。入れ歯。はい。入れ歯っていうとどんなイメージですか？入れ歯は失礼だけどおじいちゃんとかそうおばあちゃんとかが使うもの。そうね。カパカパっとね。こういうイメージですよね。どちらかっていうとネガティブなイメージが多いと思います。入れなきゃいけない。そう。んなんか歯医者さん的にもやっぱ最終的に入れるもの、入れ歯ってどうしてもこういう人工の歯茎の部分がつくので、どうしても厚みがあったりとかして異物感がある。あとは喋りにくい。やっぱり食べにくい。それをよく言われます。そうですね。私たちもできるだけ快適に使えるようにしっかり安定するように調整したりとかしてできる限りこのプラスチックの部分を薄く削ったりとか調整はするんですけどやっぱり入れ歯が安定するためにはある程度の大きさっていうのが必要なんですね。粘膜で支えてる部分もあったりするので特にそう入れ歯なんかはもう固定する部分がないので歯茎のその粘膜のところに吸着させて吸盤みたいにそう、ここなんだ。ここでそう、ここで吸着するの。やっぱりその必要最低限の吸着面積っていうのが必要なんです。どうしてもこういう大きさが必要になってきます。なるほど。で、こういう総入れ歯とこういう部分小義歯っていうのがあります。これは部分入れ歯ってやつです。よく聞くやつですね。部分入れ歯は自分の歯が何本か残っている場合、こういう金具で引っ掛けるのが一般的にその保険の範囲でやる入れ歯はこういう金具があります。保険だとそれしかできないです。ここを全部金属にするとものすごく薄くできるので、このプラスチックのものより2分の1ぐらいの厚みにはできます。あと金属床っていうんだけど金属って熱が伝わりやすいんですね。なので食べ物とか飲み物の温度が感じやすいのでより快適に食事ができます。うちはスマイルデンチャーっていう金具のない見えない本当だ。金具の見えない入れ歯を作ってます。ちょっとだけねこの噛み合わせの部分に沈下防止って言って入れ歯ってグッて入れた時にそのままググって入っちゃうと歯茎に食い込んじゃって痛いので歯のところにストッパーを置きます。それがちょこっとだけ金属なんですけどほとんど見えないですよね。外から見えるようなメガネの部分、保険で言ったらこういう部分っていうのは歯茎と同じ色のだから目立ちにプラスくいんだ。チックで例えば、この症例とかは下の歯がないんですけど、そうブリッジとかにすると隣同士の歯を削らなきゃいけないからできるだけ自分の歯を保ちつつ直したいっていう場合、入れ歯を選択されたんですね。でこれ前歯のこの下の前歯1本だけの入れ歯です。本当だ。このアフターを見てもどれが入れ歯かは絶対で唇もこうくるので確かに分かりづらいかもしれない。分からないと思います。あんまり裏側から見てもこういう感じなのでなるほど。ほとんどのケースが3本以上欠損した場合、あと一番奥の歯とかだとブリッジがもうできないので橋渡しできないから欠損の距離が長すぎてブリッジとかができないのでインプラントをするか入れ歯かのどっちかの選択になってくるんですね。でインプラントは費用がかかる。であと骨がないとできないですインプラント。そうだから特に上の顎って上顎道って言って副鼻腔があるので、骨がない人の方がほとんどなんですね。だから特殊な骨をこう移植するような手術をやってからじゃないとできなかったりとか、インプラントできなかったりするので、そういう方がだったら入れ歯でっていうような選択をします。でこの症例も上の顎ですけど奥歯、最初はこれだけすごい虫歯があったんだけど、全部抜いてスマイルデンチャーにしてます。両脇の左右の入れ歯を金属のフレームでつないでいます。なのでちょっとやっぱり入れ歯をその分小さくできる、食べりやすいし異物感がより
少ない入れ歯にすることもできます。なるほど。金属の入れ歯のメリットとスマイルデンチャーのメリットを合わせた入れ歯もあります。例えばこれなんかもそうなんですけあ、ど、本当だ。これは歯に引っ掛ける部分はスマイルデンチャーの見えないっていう特徴表で、に見えるとこそう裏側を金属にすることでこれは薄くできるので、ろ。なるほど。はい、そういう使用感が良くなるんですね。正面から見ても下の歯なんだけど、まあ、この方だしほとんど見えないとは思います。へえ。そうだからこういうハイブリッドな使い方もしてます。あとはこういうふうに左右あるような場合もう分けちゃう、2つにしちゃうことによってこの上顎の部分がなくなるのでとっても快適になります。結構入れ歯入れてる人でこの上顎が嫌なんですよみんな。喋りにく喋りいしね。にくいし違和感強いしでここをなくしちゃう2ピースにしちゃうっていう手もあります。コンパクトですね。はい、今まで話した入れ歯以外にも実はもう1種類入れ歯があります。それはインプラントオーバーデンチャーってやつで、インプラントオーバーデンチャー。トイレ歯の人のためにインプラントオーバーデンチャーっていうのがあります。ほうほでこれはちょうど前歯のあたり、4本ぐらい打ってそこにインプラントにアタッチメントっていうんですけど、う。入れ歯を支えるアタッチメントをつけます。うん。そして入れ歯の内面にもパチッとはまるクリップみたいのを埋め込みます。そうするとインプラントのところに引っ掛けることができてパカパカ落ちてこないし、あとさっき言ったみたいにこの面積を減らせます。総入れ歯は吸着力でくっついてるんだけど、インプラントで支えられるので上顎のくり抜くことができます。なるほど。だからできるだけ小さい入れ歯にすることはできる。骨がない。骨がない。それでインプラントは全部固定のインプラントはできない。全部の歯をインプラントにしようと思うとかなりなまあ、そう。数百万車何台か買えるような価格がかかるので、ここまではちょっとっていう方にはおすすめかな。骨がすごくない人もいるんです。もうこの吸着させるだけの骨もあんまりないような人だったらいいかもしれないですね。なるほど。だからそういうインプラントを利用した入れ歯っていうのもあります。金属症、スマイルデンチャー、インプラント、オーバーデンチャーっていういろんな方法からその患者様に合った方法を選べるっていうことですよね。入れ歯ってすごくネガティブなんだけど、うん。違和感とか喋りにくさとか食べづらさっていうのをできるだけ少なくした入れ歯を工夫してうちは作ってます。なので、どうしても保険診療ができない治療なんですけど、入れ歯になったからって言ってネガティブにならずに、ぜひ相談していただければなと思います。だから入れ歯って本当に1種類だけじゃないので、その方に応じたできるだけ快適な入れ歯っていうのをご提案してます。少しでもためになったなって思ったらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。じゃあまた。はい、また次回。うん。さようなら、バイバイ。